皆さんこんにちは、もしくはお久しぶりです。上野木隆一です。ここ最近やっていることについての近況報告をしたいなと思いまして、今回動画を回し始めました。ここ最近私がやっているのは、景色というゲームの開発を行っています。突然ゲームを作り始めたっていうのは、自分の中でも正直なところ驚きな部分はありますね。自分でもなんで作りたかったのかっていうのがわからなかったんですけども、やってるうちに少しずつ言語化できるようになってきました。私が今景色というゲームを作っている一番の理由はですね、自分は都市を作りたいわけじゃなかったということなんですよ。これに数年かけてようやく気がつきました。なので今日はその話と景色とはどういうゲームなのかというご紹介をしていこうと思っています。まず最初にですね、水木市の配信をやっていた頃から私はどういうスタンスでやってきたのかっていう話なんですよね。で、6年間私は水木市という配信をやってきましたけれども、改めて振り返ってみると、街全体を作るっていうことをあんまりやってこなかったなというふうに思います。例えばイオンモールを作るであったり、路地裏の風景を作る、バイパス沿いの風景を作る、こういったことは今までずっとやってきました。で、これで作っているものって都市を作るっていうことじゃないんじゃないかなって私の中で思うんですよ。作ってるのは風景なんですね。で、多くの街づくりをやっているこのゲームが好きな人たちっていうのは、どちらかというと幹線道路を先に通し、道路網を通し、鉄道網を通し、インフラを整備しっていう街全体の視点でこのゲームを楽しむことが多いんじゃないかなと思います。でも私の場合は違うんですよね。その街のところどころにある細部の部分に注目して、そこの風景を作り込むっていうことをずっとやってきました。これは結構独特のプレイスタイルなのかもしれないなっていうふうに私の中では思ってます。そして水木市の配信を始めてから4、5年経ったぐらいの頃に、あるアセットクリエイターの方がジオラマのアセットっていうのを出したんですよね。このジオラマのアセットっていうのは革新的で、シティーズスカイラインズの広大なマップの中で、あえて机の大きさぐらいの小さな大きさの中に線路であったり道路であったり建物であったりを詰め込むというような、そういうことができるようになったものなんですね。これによって鉄道模型のように限られた空間上に風景を作り込むという楽しさが生まれてきました。これすっごくいいなって僕思ったんですよ。で、ジオラマをね、作り込んでいる人たちに対して前々からすごい憧れてました。そして街づくりのゲームっていうのはめちゃくちゃリソースを食うゲームなんですよね。つまりオブジェクトの制限であったりとか、そういったものがあって、仮に全てのマップを開発し尽くしたとしたら、とてもじゃないけれどもパソコンで動ききらないっていうようなことが全然発生しうるんですよ。なのでマップを埋め切るっていうのはもちろん時間的にも難しいことだったりします。でも実際現実の住宅街とか現実の街ってどうですかと。100件200件単位で家が続いているんですよね。それこそマップが埋まるぐらいいい家がずっと続いている。で、これをゲームで本当に作りますかと。リアルな街だからといって100件200件の家を手で植えていく作業を本当にやりますかってちょっと厳しいよなと思うんですよね。だから広大なマップってもしかして私のプレイスタイルの中では必要ないんじゃないかっていうのをうすうす思い始めたんです。で、逆に言うと小さなマップっていうのは何なのかっていうとですね、私はこれ盆栽だと思ってます。つまり凝縮されたピンポイントの場所に日本的な情緒をどこまで埋め込めるかっていうのがこのゲームのポイントなんじゃないかなと思ったんですね。なので広大なマップの中でごくごく一部分だけを発展させるという話ではなくって、もともと小さなマップでその中で完成させていく、これに一種の美学があるんじゃないかなっていうふうに思いました。こういった背景があって景色というゲームの構想に入っていくことにしました。さあ、それではゲームのコンセプトを考えていきましょうというところで、そもそも論として世界でメジャーになっているゲームの多くは大都市を作るゲームなんですよね。大きなマップを使って大きな都市を作っていくことが良しとされています。これに対してですね、あえてちっちゃなタイルで風景を詰め込むっていうのはめちゃくちゃ挑戦的だなと思っていますし、私はこれ自身、これ数ヶ月かけたプロジェクトそのものが実験だと思うんですよね。だけれども面白いんじゃないかなと思ってます。そしてもう一つ私がこだわりたいポイントがあります。それは日本風の街を作ることに特化するということですね。つまり
外国産のゲームに日本風のアセットをインストールするという話ではなくって、ゲームそのものを日本の街づくりに特化させるということをやりたいんですね。これなんでそれが必要かというと、日本の街づくりってそもそも論として世界でも類を見ない特殊な環境なんですよ。特に日本の家とか街全体というのは日本のルールもしくは法律にまみれていると言っても過言じゃないと思います。有名なのは車線制限であったりとか、あとは日英規制であったり、様々なルールが存在しているわけですね。こういうルールが存在するからこそ、例えばマンションが階段状になってみたりとか、もしくは商業ビルのおでこの部分が斜めに切り取られてしまったりする。こういった法規制によって出来上がった産物というのが逆に日本らしさを醸し出しているというわけですね。これをですね、理解せずに街を作ると、どうしてもですね、説得力のない街になってしまうし、だから日本の法規制やルールに基づいた独自のロジックをこのゲームで実装していきたいなというふうに考えました。ということでですね、あえて小さくするというのと、日本に特化するという2つのコンセプトがあるわけですけれども、これをどうやってゲームに落とし込んでいくのかっていう話になりますね。ただ真正面から日本の法制度なんかを適用し始めると、プレイしている側からすると市役所に来て手続きしているような気分になっちゃうんですよね。それはやりたくないですと。だからもう一つの大事なコンセプトっていうのは、あくまでゲームの仕組み通り自然とストレスなくプレイをしていくと、自然にリアルな日本の街並みが作れるっていうことをコンセプトとしています。さあ、コンセプトは決まりました。じゃあ実際にどうやってそれを作っていくのかっていう話ですね。ここからはこれまでの進捗についてお話をしていこうと思います。さあ、それではまず何から作っていこうかと考えたときに、私は最初に基本となる道路を作ることから考えました。道路というのはアスファルトの部分と、それから両脇にある溝の部分から成り立っています。で、じゃあ溝を作ろうと思った時に、最初にストリートビューとかを使って調べ始めたんですよね。で、まずそこで面白いことがありました。京都だけなぜか道路の端っこの溝が狭く見えるんですよね。なんか錯覚かなと思ったんですよね。そしたらですね、なんと京都だけ L 型側溝の幅は狭いんですよ。で、京都市仕様という独自の規格が京都にだけ存在してるんですね。こんなの調べるまで絶対わかんないですよね。こういう感じでですね、実は西日本仕様と東日本仕様だけで L 型の側溝っていうのは物が変わってきます。アスファルトももちろんそうですよ。東京都の舗装とそれから大阪の舗装って違うんですよね。もうこういうところから始まるっていう面白いですね。さあ、じゃあこれを実際にゲームとして落とし込んでいくためにはどうするのかっていうところで、まず最初に縁石とアスファルトは別のアセットとして分離するっていうことをやりました。つまり縁石は古いけれどもアスファルトは新しいとか、もしくはその逆みたいなものを再現することができるようになるわけですね。道路の幅については、まず最初には5メートル幅の道路を作ることにしました。でも幅広い道路でも同じ L 型側溝を使うことができます。道路と合わせて土地の造成システムも作りました。道路の近くにツールを置いて土地を順番に造成していくと。でもこれをやることによってですね、土地ごとの境界線のフェンスであったり、もしくは地表の種別、つまりアスファルトなのか荒れ地なのかコンクリートなのかっていったものを土地単位でコントロールすることができるようになるわけですね。で、さらにはですね、日本独自の土地の形である旗竿地にも対応します。ですので、手前側には商店があって奥側には住宅があるというような、そういった街を作ることができます。そしてこの旗竿地はもちろん雪道幅は2メートル以上を必要とします。ですので、ガイドライン通りに土地を造成していくと、自然とそれらしい旗竿地を作ることができるようになるわけですね。じゃあこの旗竿地を作るためにはどうすればいいかっていうとですね、イヤークリッピング法っていうまたちょっと難しい方式なんですけど、多角形をですね三角形に分割するアルゴリズムっていうのがあるんですよね。それを実装していくわけですよ。もう高校で習ったような数学の話の延長線ですよね。はい、それをひたすら幾何学をやり続けると。そんな感じで、実装していくことによって土地とそれから道路のシステムを作り上げることができました。さあ、さらにはですね、じゃあ次は何を作るかっていうと、電柱と電線も作り始めました。電柱と電線の世界も非常に奥が深いですね。そもそも電線というものは一番上に高圧線が通っていて、真ん中に低圧線が通っていて、その下に電話線が通ってるんですよ。
で、面白いのはですね、電柱っていうのはいろんな会社が実は共用してるんですよね。ですので、例えばこれは電力会社の電柱ですと。だけれども電話会社もこの電柱を使っていますみたいなことが存在します。ですので、電力会社のホームページを見るとですね、電柱にケーブルをかけたい人たち向けのガイドラインっていうのが実は存在するんですよ。人生で電柱にケーブルかけたいと思ったことがないんで、そんなものがあること自体知らなかったですよね。じゃあこれをどうやって実装していくのかっていう話ですけども、これはですね、電柱を置くと自動で電線が張られる仕組みっていうのを作りました。しかも電柱を置く場所もですね、あらかじめ道路アセットの中にポイントを定義しておいて、そこのポイントに電柱を置くことができるような形にしました。で、さらには電線自体もですね、種別管理ができるようになっていて、高圧線と低圧線と電話線っていうのがそれぞれ独立して持っています。これは何を意味しているかっていうとですね、例えば低圧線だけを分岐させた電柱であったり、電話線だけを分岐させた電柱っていったものも作ることができるということですね。あとは電話線ってくるくる回ってるワイヤー、ラッシングワイヤーっていうんですけども、そこもですね、実は手続き的にプログラムの中で実装するような仕組みを作っていたりもします。直径 4mm の針金ですけど、これがあるとないとでは見た目はだいぶ変わってきますのでね、誰も気にしないかもしれないですけれども、こだわりのポイントだったりもします。で、このワイヤーはですね、微妙に巻き具合とかを調整することができますので、例えば東の巻き具合、西の巻き具合であったり、ケーブルテレビの巻き具合であったり、そういったですね、ことも調整できるようになっていたりします。もちろんモデリングに関しても新しい試みをいろいろとやってみました。そもそもシティーズスカイラインズでやっていた頃のモデリングに関しては、とにかくローポリで作り、テクスチャーも小さく作るというのが常識だったわけですけども、今回の景色のモデリングにおいてはそういったものを全て排除して2026年のゲームにふさわしいクオリティを目指すことにしました。一番大きかったのはやっぱりベベルとの出会いだと思いますね。PS5 のゲームとかもいろいろプレイしてみて、モデルがすごくリアルに見えるものはどういう風なモデリングをしているんだろうっていうのを観察してみたんですけども、一つ重要な条件として角がギザギザしてないっていうのがあるんですね。で、そう言い始めるとですね、だんだん現実世界もすごく気になってくるんですよ。例えば現実のコンクリートブロックってギザギザしてないんですよね。現実の家もですね、よく見ると角はギザッとしてないんですよ。丸まってるんですよ。そういった部分をリアルにしていく必要があった。なので実装に落とし込んでいくときにも、テクスチャーは PBR、フィジカリーベースドレンダリングは当然として、解像度も4096ピクセルですね、をベースにしてます。かなり高解像度になっていることになります。こういった実装をしてテストプレイをしながらゲームを作っていく中で、一番難しかったことは何だろうって考えるとですね、やっぱりユーザーは自由なプレイをするということはですね、開発者側は様々な条件を織り込んで作らなきゃいけないわけですよ。モデリングするにしても、見えない部分だからここはやらなくてもいいというわけにはいかなくって、前後左右上下どこから見てもちゃんとモデルとして成立しているものを作んなきゃいけないわけですね。一方で闇雲にこだわってゲームを重たくすると、ゲーム全体の体験が悪くなるので、それは避けないといけない。単体のアセットではなく、将来のゲーム全体でのパフォーマンスを考えてチューニングしていく。これはゲーム開発の初心者にとってはすごく難しいことだと自分でも思います。これからもいろいろな難題とこだわりにぶち当たっていくと思いますが、一つ一つ地道に解決し、皆様に新しいゲームをお届けできるよう頑張りたいと思います。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。これからも景色の開発に関しては、時折不定期で進捗状況を上げていきたいと思っています。また、Twitter X ですね、においても情報発信やっていきたいと思いますので、ぜひフォローなどいただければ幸いです。これからもですね、まだまだ電柱電線システムの実装、さらには UI デザイン、さらにはゲームシステムそのものの作り込みなどやることがたくさんありますので、次回の動画でまた新しいアップデートを皆様にお届けできることを楽しみにしております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。